ずはだから主観と事実の違いを知ろうと。なのでビジネスにおいては事実に基づいて伝える、考えること、事実を入れた会話をするっていうことをこういうことですね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成など役に立つ内容をお話ししています。興味ある方だけ見ていただけると幸いです。はい、よろしくお願いします。本日テーマがですね、前回に引き続き、ロジカルシンキングの基礎理解ということで、ぜひちょっと今回はこちらの内容でお話しいただければと思います。ロジカルシンキングとはと、いうところで内容とか、できたらこうだよと、いうお話だと思うんですけど、今日はそのロジカルシンキングの基礎から学んでいきましょうということで、僕は2つは主にありまして、1つ目はやっぱり事実と解釈というところと 5W1H、5W1H、この2つが基礎というか、そういった考え方、基礎でいいなと思ってるんですね。なんでロジカルシンキングの第一歩はですね主観と事実を分けて考えるということ。そして 5W1H で話を組み立ててみようと。これが一歩目ですかね。面白そうな内容ですね。例えばもう分かりやすい話です。これロジカルに話せてますか？いきますよ。めっちゃ忙しかったです。お客様今日すごく怒ってました。これって主観ですか？事実ですか？主観。そうですよね。でも怒ってたっていうのも事実じゃないですか。忙しかったも事実じゃないんですか？確かにそう言われたらそうかもしれないでもなんとなくこんなこと言ってますよね。僕も結構モードに入らない時がめんどくさいんで、最近どう忙しい？忙しいですとかつって暇ですとかね言っちゃう時があるんですけど、でもこれは主観ですよね。事実ではないですよね。まずはだから主観と事実の違いを知ろうと。だから例1で先ほどのとても忙しかったっていうのはいわゆる主観で、例えば感情や印象を感覚で言ってますよね。じゃあこれを事実は何なんだと言った時に、例えば100件の電話対応みたいなね。要は事実っていうのは数字、出来事、確認可能なものですよね。なるほど。僕がおすすめするのは数字入れろですね。なんでかっていうと、すごくわかりやすくお話しすると、忙しいって人によって違うじゃないですか。例えば僕が忙しいというふうに思う内容としては、1週間休みなく朝の8時から夜12時まで働いてました。これを忙しいというかもしれないですね。だって社長、別に労働基準は関係ないし、企業当初そうやって働いてたし。でもある人は週5日残業が1時間ずつ毎日入っちゃったらとても忙しかったって言うかもしれないですよ。でも忙しいっていうのは一緒じゃないですか。だからその人が僕に忙しかったんです、とても忙しいんですよって言ったところで、僕の忙しいの想像は休みなく夜中まで働いてたんだみたいになっちゃうかもしれないです。確かに。だからその事実誤認が起きますよね。でもう一つのね、すごく怒っていたもうそうなんですよね。これももう一回言うと主観です。感情、印象、感覚です。事実としては10分以上お客様をお待たせしてしまい、大声を上げていた。大声も実際人によって違うんですけど、でもここには10分以上待たせちゃったから怒っていたみたいな内容、事実が入ってますよね。できればこれ10分以上待たせっていうのも、厳密に言ったら10分から15分、10分以上15分未満待たせてしまいましてとかって言うこともできますけど、とにかく事実、数字とか確認可能なものが入ってますよね。とにかく繰り返しますけど、特徴は主観っていうものは人によって言った人、受け取った人によって捉え方が違います。事実に関しては誰が見ても基本は同じ認識になるものです。誰がその言葉を聞いても解釈が変わらないもの。要は数字なんですよ。
これって人によって捉え方変わんないですよね。1は1ですよね。2は2ですよね。3は3ですよね。これ、それこそ幼稚園生から大人までも、誰が見てもこれ何個ありますかって言ったら基本1個とか2個とか変わらないですよね。ある意味数字は誤解を生むことがないんですよ。確かにそうですね。数字を入れていくっていうのが正しいですよね。なるほど。ポイントとしては主観っていうのはとにかく感想とか感情が入ってるもの、事実っていうのはデータやあまり相違のない現象なので、ビジネスにおいては事実に基づいて伝える考えること、これがやっぱり重要で成果を生むんだと、そういうことですね。なるほど。だからその主観と事実の違いをまず知ったところで、これを気をつけるためにはなるべく事実を入れた会話をするっていうことを心がけるんですね。事実を入れた会話。例えば今日はすげえ今日忙しかったぜ。今日お客様の対応、いつも2件のところを今日は3件やって、いつも自分の例えば工数でいくと50の工数がある仕事を1日でやるのに今日75あって、これぐらいの感じですよね。だからそういう練習を重ねるってことですよね。とにかく聞いた人がと認識相違が起きない内容を言うことをトレーニングする。とにかく一言目でお客様がめちゃくちゃ怒ってます。例えばクレームがあると。めちゃくちゃ怒ってます。これは言った人はめちゃくちゃ怒ってるお客様だということを伝えただけですね。その次にやっぱり根拠をちゃんと言った方がいいです。事実を。なぜ怒ってるかと言いますと、約束の時間に1時間遅れて入って、約束が100だとしたら80しか履行してなくて、で、いつ終わって、みたいな、状況を説明するときとかにも数字を入れていく、事実を入れていくっていうのをこうトレーニングしていくみたいな。なるほど。確かに、今すぐにでも実践できますもんね。これも本当トレーニングですよ。癖だ。だからまあ、僕なんかも言うんですけど、引っ越しの、例えば見積もりって、素人の人からすると、引っ越しのプロが荷物見るんだから間違うはずがないっていう前提から来るわけですよ。でもやっぱ人間なら間違うんですよ。でじゃあ、見積もりする営業の人が、なるべく間違わないように、やるようにいろんな努力はあるんですけど、でもやっぱり完璧にはそうならないんですね。面白いのは、例えば大変恐縮なんですけど、あまり片付けられない人のお家、要はものすごい物が散乱してるようなお家って、見積もりするじゃないですか、営業マンがね。すごい極端な例で言いますよ。どのぐらいの、例えば車両にするか、どのぐらいの金額にするだとなるかっていうのをやり取りするときに、やばいっす。めちゃめちゃ荷物あります。ちょっと申し上げにくいんですけど、片付けられない荷物が散乱しているお部屋でして、物量がどれぐらいあるかわかりません。とか例えば言われたと、たまにあるんですけどね。分かったと。とりあえず、間取り教えて、平米数教えて、何人分の荷物、何人分の引っ越し、具体的にあるもの、大きいものからちょっと言って、足の踏み場がない。だとしたら、通路が何メートルかける何メートルぐらいの通路に、50センチぐらいなのか1メートルぐらいなのかのものが集まって教えてくれるみたいな。僕ら事実をやっぱ聞きに行くんですよね。事実を積み重ねていって、じゃあこうじゃないと。言ったりやっぱしますよね。でその時だから営業マンとか教育するのは、分かった。あなたの意見はちょっと一回置いといてと。あなたがそう思ったという事実は分かったと。だけど、事実言ってくれると。事実を教えてと。判断できないからと。事実を言わなかったら、僕らも何も判断できないと。なんで電話してきたみたいな話になるんで、事実を教えてと。こんな感じでこう言っていくわけですよね。そうすると、じゃあ具体的に部屋の間取りはいくつなのか、平米数が何平米なのか、何人分の引っ越しなのかと。もっと言うとお客様の年齢とか、だいたい年代聞いて、子供が一人いる人は多分何歳ぐらいなのかと。じゃあ何歳の子供がいるんだったらこういう荷物あるよねと。こっから推測を始めるわけですよ。そういうことなんですね。だからまずは事実を知らないと、正しい推測、仮説が立てられないです。なるほど。だから主観のまま仮説を立てるととんでもない間違いが起こる。そっか。確かに。なので、まずは事実を述べる、考える、出す、伝えるみたいなのを、事実はどこにあるのかっていうトレーニングをしたんですよ。事実はどこにあるのか。で、僕で言うと結構これ面白いなと思ったのは、テレビ見ながらとか、メディア見ながらトレーニングします。事実はどこにあるか。だってニュースとかも
マスメディアとかいろいろ規制もちゃんとやんないとエビデンス厳しいんで、割とちゃんとやってますけど、SNS もそうですよね。確かに。YouTube とかも自分でやっててすごい嫌いなとこあるんですけど、ロジカルシンキングが役に立つ。あなたはこれでできるビジネスマンって言われてもそこに根拠何もないんですよ。事実何もないじゃないですか。そっか。そっか。確かに。で、ニュースもそうなんですよね。例えば、最近のホットな話題でいくと、誰々が逮捕されました。薬物の検査をしてます。これって事実って多分逮捕したってことと、薬物検査をしたってことなんですよね。でも、例えばもしかしたらネット世界ではあいつ薬やってんじゃないかとか、勝手に憶測が散々あるじゃないですか。そうですね。憶測がめちゃめちゃあるんですよ。これ何も事実ないんで。だから、例えば世の中今こうなってますとか、こういう流れです、こういうもの流行ってます、こういう事件がありましたっていう時に、常に、メディアに振り回されないためにも、事実はどこにある？事実はどれだっていうのをトレーニングするんですよ。なるほど。わーって喋ってる中の事実はどれだと。ただ、流れてくるテレビからの情報をそのまま受け取るよりはだいぶトレーニングになりますね。このお店が流行ってるんです。例えばグルメ番組で言ったとしましょう。事実ないわけですよ。このお店流行ってるって全部主観ですから。確かに。なんで流行ってるっていうこのテレビに映っているのか、流行ってるっていう根拠はどこにあるのか、会話の中で例えばもう毎日ね、朝から100人以上1時間待ちの行列ができてます。そしたら100人以上毎朝待つ、1時間以上待つ、これが事実かもしれない。あ、なるほどねと。流行ってるっていうのはじゃあ100人以上毎日並んでいて、1時間以上毎日並んでいるって事実を元に言ってるんだなと。こんな感じで多分トレーニングしていく。僕は常にだからやっぱりメディアに振り回されないとか、SNS に振り回されないためには事実をまず確認しに行くということがとても大事だと思います。確かに。いいトレーニング方法ですね。ありがとうございます。今回以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも学び、気づきがあった方がいたら嬉しいです。ありがとうございました。